マローダーミニ2いきます。フラットライト。はい、これでも明るいですね。はい、マローダー2のマックス。やっぱ明るいな。今回はオーライトのマローダーミニ2となります。で、今回の動画は実際に照らしてみてどんなものかっていうのをメインとしておりますですけども、最初にこの概要の方をお伝えしたいと思います。マローダーミニ2なんですけども、マローダーの普通のっていうのはこちらなんですね。で、だいぶ違いますよね。重さも違います。かなりこっちのマローダー2は重たいんですけども、こちらコンパクトにできておりまして、重さが 465g となっております。で、外観を見ていただくと、このような粒状の LED がありまして、ここの2つはレッドの LED となっております。この真ん中がスポットライトになっております。充電に関してはこちらの方、USB のタイプ C がこちらにございますのと、裏にこのマグネット用の充電端子もございます。グリップ感はこの辺がね、なんかちょっとゴムっぽい感じなんで、すごく握りやすくなっております。あと、やっぱ小さくなった分、マローダー2は結構ね手が大きい人でもこのような、私結構手大きい方なんですけど、このように結構握りが太いんですけども、こちらの方はとても握りやすくなっております。スイッチはこのダイヤル式となっております。これを90度以上回すことによってロック解除、そしてこちらの方を真ん中を押すことによって電気が点灯することになっております。そしてこのトグルスイッチというか、こちらの方を切り替えすることによって、スポット光、スポット&ワイドでワイド、フラットライトですねの切り替えができます。フラットライト状態でこちらにまたスイッチがございます。これね、このようなカチッカチッカチッと真ん中が、こちらの普通のライトになりまして、左へずらしますとサイドライトが点灯します。これはまた実際点灯した状態でお教えしますけども、足元で照らすのにいいかなと思います。で、真ん中が通常、そして一番右にやると赤いライトになります。その状態でこのダイヤルをぐるぐると回すと明るさの調整ができるようになっております。直感的でいいと思いますよね。そしてこれ電池交換ができましてね、ここ回すことによってでっか単1の 1.3 倍ぐらいの大きさでしょうか。32650という電池になりまして 7500mAh となっております。マローダー2はこちらもうこういう交換ができない感じになっておりますんで、ここ回したところで回すとここのタイプ C の充電器の蓋が明るって感じになっております。ミニ2とこのマローダー2ですね、この差これぐらい大きさありますけども、重さもね、こちらの方マローダー2は 750g もありますんで、結構ダンベル状態結構重たくでございます。その代わりマローダー2に関しましては 5000mAh の電池が3つついてますんで、相当な電力量があります。その辺では余裕はあるかなと思います。その辺もね、後からこの2つの明るさの違いも後で試したいと思いますんで、そちらの方もご参考になってください。ざっくり概要を言いますと、フラットライトがこちらマックス1万ルーメンとなっております。スポットライトのマックスは1350ルーメンとなっております。このサイドライトに関しましてはマックス200ルーメンとなっておりまして、レッドのこちらのライトは400ルーメンがマックスとなっております。そして付属のストラップがあるんですけども、これがね、びっくりしたのが、ここなんかボタンがあったんですね。なんかなと思ったら押すことによってこうやって外れたらね、なんとね USB ケーブルだったという。もう一つ、はい、分解するとストラップが USB のケーブルになっております。これは素晴らしいですね。ここで見ても明るいんですけどもね、実際この闇夜のトンネルとかで実験してみたいと思いますので、そちらの方をご覧ください。実際に照らして試してみたいと思います。こちら国道8号線の廃道でございますの橋があるんですけども、この先を照らしてみたいと思います。ではフラットのローから始めます。上げていきます。徐々に上がっていって、この状態でも見えてはいるんですけども、ここから先まだ上げていきます。まだ上がる、まだうお明るい闇夜に照らす廃道でございます。廃墟ですね。今回マローダーミニ2はこれフラットとスポットを両方照らすことができます。それをやってみましょう。でだんだん上げていきます。うわこれやべえな。スポットなしだとこんな状態では
車のヘッドライトとの比較をしたいと思います。ただいまヘッドライトはロービームになっております。徐々に上げていきます。もうこの辺で一丁ぐらいかな。でまたこれぐらい違います。はい。ヘッドライトマローダーミニ2の1万ルーメンでございます。ハイビームで、マローダーミニ2へやっていきます。フラットライト徐々に上げていきます。はい、もう明るさ、この明るさはもう全然ですよね。ヘッドライトマローダーミニ2スポットライトいきます。だんだん強くしていきます。750名届きます。はい、もうこの状態ですよ。では場所を変えまして、旧北陸線のソロジダニトンネルというところをやってまいりました。だんだん上げていきます。最強でこれです。めちゃくちゃ明るい。ちなみに露出は固定にしております。自動になってないです。なるだけ見た目に近い風にしてますんで、結構白飛びに見えるけど、これぐらい明るいってことです。で、中入っていきましょう。ちょっと緩めます。緩めてもこれぐらいですからね。そしてこの状態でまたフラットのダジョウに上げていきます。マックス1万ルーメン、めちゃくちゃ明るいです。この上でフラットとスポット両方つけます。そうしますと奥の奥まで照らすことができます。スポットだけでもね、結構 750m 届くんですけど、このように映っております。赤いライト、これはやべえななんかやべえ雰囲気になりましたけど、これは安順能っていうんですかね。要はキャンプ場とかでね、暗いところでやっぱこのこうこうと明るいライトつけると人に迷惑がかかるんですけど、赤いライトだとこうやって足元は照らすんですけど、周りに迷惑かからないっていう感じで赤いライトが役に立つようになっております。そして白いライト、めちゃくちゃ明るいな。マローダー2も持ってきました。それで比較してみましょう。マローダーミニ2いきます。フラットライト、はい、これでも明るいですね。この上で、マローダー2の方を1万4000ルーメンをかぶせてみましょう。じゃあこちらマックスにした上で、はい、マローダー2のマックス、やっぱ明るいなもう白飛びしてんじゃんこれスポットライト、マローダーミニのスポットライト、マローダー2のスポット、マローダー2、こっちがマローダーミニですね。これはあれだ、マローダーミニの方が上だね、スポットが。そして丸い方がすごく見やすいです。四角いのもおもろいんやけど、これマローダー2なんですけど、これよりもやっぱ丸い方がいいですね。マローダーミニ2を照らします。でその上でマローダー2をつけます。マックスにします。やっぱ上やな。やっぱマローダー2すげえな。かぶせますもんね。違う。そしてマローダー2やともうフラットライトでも奥の方まで照らしてる感がありますね。マローダーミニ2最強にしてます。そんでもすごいよね。そしてマローダー2のマックスです。明るやっぱさすがね、親玉ですね。マローダー2はすごいです。やっぱめちゃくちゃ明るい。ちなみに今回ブラックフライデーなんですけども、マローダー2とマローダーミニ2とね、値段変わらないかもしれないんですよ、もしかすると。だからあれやったらね、マローダー2も重いんですけどね、こっちね、かなり重いけど、その辺ちょっと使い勝手としてはちょっとしんどいんですけど、モアパワーを選ぶならば、ブラックフライデーセールになってあんまり値段変わらんならこっちもありかなって僕は思います。だからといってね、マローダーミニ2がね若干落ちるけども、それでもこれぐらいのマックス強度ありますし、そして軽いんですね、こっちの方は。全然使い勝手はこっちがいいんですよ。だからバランス的にはマローダーミニ2はすごいおすすめです。
モアパワーならやっぱりマローダー2かなと思います。そういうことでね、ブラックフライデーで安くなっておりますんでね、セールやっております。概要欄の方に、クーポン券などもございますので、そちらの方からお買い求めいただければ幸いでございます。そして、マローダー2もね、今セールで安くなるそうなんで、新製品のマローダーミニ2と、まあだいぶ経ってるマローダー2、こちらの方をあんまり価格差考えてこっちの方がいいなと思ったら、こっちもかなりおすすめしますんで、ぜひぜひ概要欄からお買い求めいただければ幸いでございます。ありがとうございました。バイバイ。